します。はい、どうぞ。なんとなくやっていいのね。はい、なんとなくで。なんかこ左のここのところが、なんかちょっと辛いのかなと思って。ここの下？下っていうかね、もうちょっとね、脇の、こういうところ、この辺のところが硬いのかなと。それで、どう関連してんのって言われると難しいんだけど、この辺もなんかあるのかなと。首この辺だな、これ。こっちの手をちょっとやっぱり無理に上げてこう保持してることが多いのかな。それ右に出る人も結構いるんだけども、こう触るとやっぱ左の方が明らかにこっちの方が冷たいし、なんか硬い。凝り固まってる。この辺にも何かある。すごい。なんか冷たいとかっていうの言われたの初めてかも。僕ね、なんかね、なんだろう、こう年末ぐらいから、この触ってると、血流が多分悪いところと温度は少しちょっとは低いわけじゃないですか。それがなんかね、もうすごく冷たく感じるようになってしまって、一時過敏になっちゃって、触ってるとか指が凍えてしまうような。そんなにここなんかすごいみたいな。今はそこまでは感じてないかな。これですね、この辺り。これとかです。県外油？県内油？そう、ここはどっちかっていうと、高校とかなんかそういうツボだと思うんだけども、背骨の真横で、なんだっけ、この肩甲骨の内側縁沿いみたいなところ。ワードがさすが鍼灸師。内側縁とかね。言葉教わった通りみたいな。もう後で辞書調べてから字幕に落とさない。内側縁。縁って縁っていう字ですね。こっちもないわけじゃないんだけども、確かにありますね。僕結構大事にしてるのが、なんていうのかな、こういう脇の下にどうぞ。こういうとこ結構凝ってるんですよ、人って割と。こういうあたりが。脇の下？これは右の方が割と凝ってます。明らかに、なんていうのかな、こう胸郭がここのところがへこんで感じちゃう。多分ここの間の肋間筋が硬いんだと思うんだけども、何かの理由で、手の重さとかを保持して前に上げてるのを支えてるので硬くなってることがほとんどだと思うんだけども、結構ね、万年同じとこが硬くなってるのは結構あるんですよ。前も結構硬いです。しばらく触ってると、なんとなく伸びてきてるの分かります？この肩。今すごい筋肉の凝ってるところこう、押されてるような感じ？そうで、すごい繊細なタッチですね。そうですか。ここね、なんていうの、ここからスタートしてて、こっちの方に伸びてる筋肉の、筋腹を上と下でこういうふうに触ってあげると、ってこう伸びてくるのね。低圧って同じ圧力で、ギュッとこう押し込んでるときは伸びないんですよ。ただこう同じ圧力で触ってると、伸びるっていうのはなんか確認できるので、これをいっぱい使って。それでもほぐれないようなところに針を打ってみるとか、なんか割とそういうことやってますかね。じゃあまず触ってから始める。結構触る方です。お触りは。お触りは。すごいいっぱい触るんでいいですかって最初に大体聞いてるんです。どうぞって言ってくれるけど。大体は。そっか。脇の下はね、くすぐったい人とかいるからね、それはちょっと。ダメなケースもありますけどね。こっちもちょっと切りました。はい。結構なんか不思議な響き方っていうか痛いですよね、割とね。ここ奥の方に入っていくと、もっと硬いところがあって。
が柔らかくなるまでただこう触ってあげるだけでも全然違うと思うんですけどね。はあ。すごい。なんかちょっと神経が。この辺結構腕神経とかなんかその腕の肉、神経の束とか通ってるので、ビリビリしたりとかはちょっとするっていうのがあるかも。うわ、ここまで脇の下をほぐされたことはない。結構脇の下好きかもなんか。本当？いろんな人の手があって。もちろん仰向けに寝てもらって、手を上げてもらった状態で脇を触ってもいいんですけども、こうやった状態の方がかえって分かりやすいかなと。肩ってこういう状態でついてるので。すごい最後の残りに大丈夫、全然、心地よい痛さです。キシキシ。うわ、肩ってこうとても自由度の高い、あんまりはまってない関節なので、前こっちどっちかの筋肉が引っ張ると反対が引っ張られているような吊り橋みたいな状態になってると思うんで、その張り具合を今みたいにこう手突っ込むと、どっちがどう引っ張ってるのかなみたいな、なんとなく分かるんですよね。で引っ張ってる方をちょっと緩めてあげるみたいな。肩も凝ってます。すごい。ちょっと触ってると、すごい硬いのけども、なんか今ほぐれてきた。へえ。ある瞬間から急にふーっとほぐれる時があったりとか。へえ。すごい。歌は割とこう、なんていうんだろう、姿勢は割といい方、そうでもいいと思うよ。本当？本当よくあるのはもうここがぺったんこ、なんか後ろの方に肩甲骨が全くスライドしないで、後ろから見るとほとんどまっすぐ、なんか寝てる癖がそのままついてるかのような背中をしてて、前の方しかもう可動域がないみたいな人結構多いんですよ。うわさすが。こうリラクゼーションの一つでもあるけれども、やっぱさすが治療家って感じですね。って言っていいんだよね。一応治療するということになってるんだけど、最初に治療ってねすごく自分では言うのが嫌いで、だからわざわざねその自分のところの屋号にも治療の治を抜かして、病院にしてしまったんですけど、なんか治るっていうことの、なんていうの意味が、だいたいお医者さんに行っても元通りになると思ってるじゃないですか。でも先生ここのところはまだおかしいんですけどと、しょうがないですよって、この手術したらこういうふうには動かなくなりますからと、っていうなってるけど、だからもう最大の苦しみは取るんだけども、それによってちょっと不都合も出るっていう意味では、治してるんだけども元通りじゃないことはすごい多いんですよね。だからそれをなんかこう勘違い期待してさせちゃうようなのは、あんま最初からつけない方がいいようななんか変なの考えがあって、患者さんが思ってる治るじゃないんじゃないのかなと思って。
うわははなんか一番硬いところになります。あーすごい。肩が少しこう後ろに回ってくれるとうん楽になるのかなと。お肩が好きなんだろうな、自分って肩が。うんここまで肩を入念にやってもらったことないかな。おおおはあはあくわこういうふうにやっていくと、うん治りが悪かったのは、うんここと、うんここと、うんここだなっていうのが分かるうんうのんで、そうするともう針ちょっとで済むというのもあるし、打つとしたら今の3点とかでしょうかね。他にもあると、型だけでいうとその3つがちょっとつっかいが取りにくいのかなという感じですかね。なるほど。これ使えないでしょ、こんなの作っとったので。うんこういうのが多分いいんだと思う。飾りのない。何をしてるのか。うわここはすごい高いですね。押さえてるだけで伸びてくるかな。すごいね、そこ。すごい冷たいです、ここは。冷たいんだ。温度で言われたの初めてかも。これは丁寧です。ちょっと良くなりましたね。あ、本当。なんか食べて舐めてる？この子足多分なめなめしてる寝る前の仕草の一つかな。
さんや。本当だ。だいぶ肩まっすぐになりましたね。あ、本当。はい、打ってみたいですか。はい、打ってください。なんか消毒だけで気持ちいい。夏気持ちいいって言われた時からスースーして気持ちいい。スースーしてね、気持ちいい。意外なものの効果が。ちょっと痛い。でも大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。あら。おう。うわすごい。そっちも。それないところ、あるところに打つ感じ。逆もあるんですよね。ないところに打って集めてあげると、力がさっき言ったみたいに、なんて抜けてるところに。なるほど。そこ結構きついね。でも大丈夫。うわー、そこなんか今押してる？針に。針が勝手になんか動いちゃうでしょ。なんだろう。指でこう押されてるような感じ。本当に指代わりみたいなもんですよね。届かないところに。うわー、それすごい凝り、なんか首がこうやって見ると、左が下がる癖持ってますね。すごい。奥に来た。響いたっていうの。
あすごい。はい。おおー、すっごいコリの部分直撃みたいな。繊細な。うおおうわ何なんだこの感覚は。あーすごい。あとこれちょっと後でタオル取った状態でやるしかない。おおおおすごい。なんだこの感覚は。これ初めてかも。これ何回か針って打ったこともらったことあるけど、こんな感じではまあここまで多く打ってないっていうのもあるんだけど、こうなんて言ったらいいの、矯正されてる感じ。何矯正でそっちの矯正や直されてる感じのそうか。なんかこっちですよみたいな感じで、筋肉こっちに行くんですよとか、もしくはツボに一気に全部押されてるような、指とかマッサージとかだと一箇所とかそういうのがあれでしょ。そうですよね。それがこう全部の箇所を一気に。なるほど、今度カメラなくてもいいんだけど、こっちちょっとこの辺とかやってもいいですか。はい、こっち、あこっち、あ肩の肩、こことか、はいはい、これがすごい重要なのと、あとこの辺がちょっとあるんですよね。少しタオルが。はい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 。じゃあ注射のような。さすがだった。一回入れて出してるの。そうそう。でもなんていうのかな。すごい。体今ダメ。出れないよ。体入れると大変なのがこれなの。出たがったりとかする。体。す
すごっ。おー、なんだこれ。じわじわ。あんまり深くとかいうよりは、うん、あんまこっち隠れない方がいいか。ああ。こうしてみると結構肩凝ってますね。こうして見るとっていうか、もう見るからに凝ってる。ああ、牽制、そこ見た。メジャーなとこはなんとなく知ってるという。意外と牽制難しいというか、なんかこう